どうもこんにちは、前田です。今日は自分で DIY して作った古民家や墨田区の教室の様子を映しながら自己紹介していこうかなと思います。今映ってるのは東京にある古民家なんですが、9年前に教室として自分たちでリフォームして立ち上げた場所です。150年ぐらい前の古民家だと思いますね。こうやって庭掃除も自分たちでやってます。もともと DIY が得意だったわけではなくて、大学で美術学んでたんですけど、特にこれといって、やりたい作品表現とかがあったわけではないので、映像とか油絵、日本画、彫刻、演劇、デザインとか、手当たり次第いろんなことをちょっとずつ試食するみたいなスタンスでアートに関するやり方をいろいろ試していきました。そういう環境は自分にとってとっても合ってたなと後になって思っています。料理作るっていうのも大学に入ってから始めました。全然それまではね、包丁も持たず洗濯物も干したこともないような人間ですけれども、料理を作るっていうのも作品作るのと結構似てるなとやりながら感じてますね。それで大学の学費を含めて生活費を自分で何とかしなきゃいけないというような状態だったので、週7日アルバイトしていたんですけども、その中で一番長続きしたのが小学生の学習塾のバイトでした。こんな風にね、学習塾で働いてる時に川遊びとかはしてないんですけども、当時教えていたのは国語と算数がメインでしたね。で、時期によっては英語と理科と社会も含めて5教科の授業をしていたこともあります。土日は入試対策担当とか模試の採点もやってるんで、週7日やってる時もありましたね。5教科全部毎日のように教えてるとね、あることに気づくんですよ。あれこれ全部日本語で書かれてるなと。当たり前なんですけど、英語もね日本語で書かれてるんですよね。しかもテキストってよく考えたら本じゃないですか。教科書っていうか問題集っていうか本なんですよね。日本語で書かれている本がちゃんと理解できたらどの教科もできるんじゃないかなとね思い始めたわけですよ。それで同じ問題意識を持ってる人いないかなと思いまして、そこから師匠探しをね始めたわけです。最初は本屋さんに書籍がある著名な国語の先生のところに行って、授業を受けさせてもらったり大学の講義聞いたりしてたんですけど、なかなかピンとこなくて、大抵国語の話しかしないんですよね。それはそうなんですけど。で、最終的にたどり着いたのが松永信文だったんですよね。お前やって振ってるだけでやってねえじゃねえかお前は。429。出たよ。68だから6730。安いよ。いやもう分かった。6800円で600円よかったです。松永さんに会おうと思ったのは、受験に関する本がたくさん出てるからっていうよりかは、芸術が好きだっていうことをブログでよく書いてたからなんですよね。私たちがやってるのは、人間としてやってることは好奇心と追体験と感受と心情表現なんですよ。だから芸術は大切なんですよ。だったらすごい自分の考えに合ってるんじゃないかなと思ったわけです。いきなり連絡して、それでしばらくの間は家庭教師としていろいろ仕事を紹介してもらってました。でそこで個人指導のスキルを徹底的にね叩き込まれるわけですけども、叩き込まれるというか背中を見て学べスタイルなんで、
詳しくはね、こういうふうにやりなさいみたいなものもなく、マニュアルがあるわけでもなく、君がやりたいならどうぞ。でも、もしそのお客さんを捕まえることができなかったら君のせいだからすぐ辞めることになるよねみたいな、そういう緊張感のある中でね、仕事を取りに行くっていうね、ハイゲナのような気持ちで、あの子僕教えられますとかよく言うたもんですけども、そんな感じでね、最初はやり始めた感じです。そのプロセスの中でどうせやるんだったら教材も自分で作っちゃおうと。デザインとかもかじってたので、大方ウェブページとか DTP デザインとか、やろうと思ったらできる状態だったんですよね。そういうこともあったので、紙の教材も含めて自分たちでやってしまおうと。で、そうやって教材作ってみんなにやってもらって、ウェブページでいろいろ紹介したりしていく中で、こういうふうにしてほしいとか、いろんな改善点を子どもたちないしは保護者からいただきながら、それでまた改変させる。指導をその子に合う形にしていくのと同じように、教材もね、その時その時に変えようとするわけですね。教材って普通ね、作ったら1年間ずっと同じとか、あるいは数年間同じっていうのが普通ですけども、僕らの場合はどっちかっていうと、いろいろこういう風にしてほしいって言われたらすぐに行動できるような状態にいつもしています。で、なんだかんだそんな風にやっていくうちにですね、気づいたら20年ぐらいね、この業界に足を突っ込んでるという風になってるわけです。今映っている映像が墨田区の教室の DIY ですね。大学からずっとやってきた自分で作るという精神でね、教室も自分で作ったわけです。で、その気持ちはやっぱりデジタルにも広がっていくと。アプリもホームページもシステムも全部手作りです。なんかコード書くっていうのは壁や床を作るのと似てるなと思うことが多々あるんですよね。だからやってることは正直あんまり変わらない。それがデジタルだろうが、アナログの DIY だろうが、会社や非営利法人も自分で立ち上げましたし、とりあえず教育に関係する仕組み作りっていうのはもう全部自分でやってしまおうというふうに思ってやってきた気がします。普通だったらね、分担してやった方がいいだろうというふうになるかもしれませんが、自分で作るっていうところがすごく大事だと思って今までやってきました。この何でも自分でやってみるっていうスタンスって実はこれからの教育ですごく大事なんじゃないかなと思っています。自分で作っていく中ですごい学びって深くなっていくわけですよね。なのでこのチャンネルではそうしたことをどんどん伝えていきたいなと思ってます。自分で作って発見がある、そしてそれを見てる人にも発見があるっていう状態を目指して、ということでこのチャンネルはね、Learning is Making っていうのを合言葉にしています。自分の教育活動のプロセスをそれで記録して皆さんにね、インスピレーションを与えられたらなと思っています。話の内容は多岐にわたります。その道場の立ち上げの話、アプリの作り方、業界のことをどう思ってるのかとか、学習塾の現状とか、学童の現状とか、そういうお話をしたり、オンライン学習の書籍も出版したことがあるので、オンライン学習のメリット、デメリットみたいな話もね、していきたいなと思っています。対象としては子供に限りません。大人も、あるいは日本語学習している外国の方も含めて、いろいろお伝えしていこうかなと思っています。いずれにせよ誰に届けようが、その聞いてくれた人にインスピレーションが与えられたらなと思ってね、お話ししていこうかなと思っていますので、もしね、なるほど、そういう学び方があるんだとか、このやり方は自分でもできそうだなって思って、ちょっとでもワクワクしてくれたら、チャンネル登録、あるいはいいね、よろしくお願いいたします。ということで、前田でした。